This may be the most underrated and misunderstood occupation, because at least in Japan, when people hear that, they often imagine like this. 女とやりまくって金もらえるなんて夢のような仕事じゃん。きっとめっちゃ楽で最高な仕事なんだろうな。But in reality, maybe it's not so easy. While there are 10,000 women performing in the porn industry, just only 70 male actors exist, which is totally unbalanced. The industry clearly needs more male actors, but extremely hard to survive and make ends meet, so most men quit soon. While many people may be assuming like this, it's not really true according to a book written by Shimiken-san. At least for the first few years, you can't even in the bed.But rather treat it like a tool or subhuman. Maybe it's not just in Japan, but this kind of idea applies to the porn industry. So I'm sure you can guess how he's gonna be treated and how much he gets paid. Maybe it's even below the filming stuff. Actually, sometimes even worse. All he gets is just a lunchbox or transportation fees, meaning his take-home pay can be completely zero. And despite of the huge gap of the treatment and pay, maybe he still gets the same stigma in the society. 今でこそうちの家族も仕事を含めて理解して受け入れてるんですけど、やっぱり最初はちょっと家族にはしたくないパートナーとしてこう世の中に認められつつ、家族には迷惑をかけないような形がないかなと思った時にたどり着いたのが事実婚だったんですね。あとは彼が現役の AV 男優なので不動産が借りられないんですね。ルールというか慣習があって、水商売の人だったりとか、そういう AV とか出てる人ってお家が借りられなくて、で今でも今の家のマンションは私の名義で借りてるんですけど、彼の名前になった時にもしかしたらそういう手続きの時に不都合が出てきちゃうのかもしれない。私の名字があった方が便利なのかもしれないなと思ったりして、いろいろ考えた結果事実婚でしたね。Having said that, some male actors like Shimiken-san are really famous and admired by many men. And recently, there's a new category among them, which is called Eromen. As we have more and more porn targeting female audience, those male porn actors who are really handsome and appealing to women are more and more recognized. So when it comes to the porn for women, this is gonna be true. And that's why they are so popular. 女性が見るAV に出る俳優のことを総称してエロメンって言いまして、自分で言うのはあれですけど、人気だと思いますね。はい。Maybe it's still not so easy though, because not just you need to be really handsome, but also you need consistent effort to maintain the body and image. So today, let's take a glimpse at his typical day in Tokyo and find out why it's like being a popular porn actor in Japan.体力、だから肉体労働ですよね。建設現場の方がマンションとか、そういういろんな建物を建てるじゃないですか。僕らも同じように肉体を使って、あそこ建てるみたいな、同じそういった、で特に下半身のトレーニングすると、下半身のやっぱうずき方が全然違うというか、格闘技もそうだし、アスリートの方って、やっぱ基本的にすごいって言うじゃないですか。あっちの方が。やっぱりトレーニングイコール、性のつながりというのは、あるのかなと思って、もともとすごい運動神経も悪かったんですけど、ここに通ってだいぶ体が普通の人より動くようになって、結構やっぱきつそうでしたね、見てたら。そうですね、追い込みますね結構。ごめんなさい、ろれつもちょっと回んなかった。でもそれぐらい鍛えてなきゃいけないんですね。美意識保つためっていうのもやっぱありますね。で、ファンの人にも配信しながら僕は特にやってるんで、それも一個のコンテンツじゃないけど、世に出してるって感じですね。テレワーク中にみんなテレワークでサボる人も増えてきてる。だから僕らからしたらありがたいですよね。ガツガツ女性向けなんですけど、ガツガツはダメなんですけど、多少のその女性の上みたいなのも必要なんですよ。
でこういう男ばっかりの空間でトレーニングして撮影でこう女性への上を爆発させるっていう AV 男優さんとかエロメンさんも含めて楽っていうかセックスイコール嬉しいこと気持ちいいこと快楽をしてお金をもらってるいいっていう反面一個見落としてるのがお金をもらってる仕事だからこそその責任感ってのがあるんですよ。見てくれる人もやっぱ想像して作るっていうのはやっぱちょっと彼女とかそういうセフレの人とかとやるエッチとはちょっと違うのかなって思いますね。だからみんなが思ってる以上に楽な仕事ではないよと。だから一時期はスランプじゃないですけどセックスに対してあんまり嬉しさがなくなった時期がありました。女性向けだからまた男優 AV 男優さんまたちょっと違うんですけど、ただその AV 男優さんはもう僕リスペクトしかないですね。多分本当に今残ってる人はもう精鋭たちというか人前でいつでも出せてとかでも本当にすごい方ばっかなんで全部にアンテナ張ってなきゃいけないんで音響さんとか照明さんとか監督さん他にスタッフさんとかで演者の相手がいてこう全員でやるなんか乱行みたいな感じですね。要は全員がこう気配って一つになってやるっていう意味では前張りテープでなんか養生テープみたいなガムテープとはまたちょっと違う黄身が粗いやつでこうなめなめするんですよ。だけどそこなめるとカサカサって音声拾っちゃうんで直じゃなくて女性器じゃない張ってないところをこう舐めてペチャペチャ音を出してるっていうそうだから本当は舐めたいのにそのね上にテープが貼ってあるから舐めれないっていう。ありがとうございます。お疲れ様です。帰ってゆっくり休んでください。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。なんか食事の時気をつけてることとかってあります？よく噛むことですね。咀嚼はやっぱ大事ですね。そうですね。揚げ物はまず食べないですね。インスタとかに載せるとかじゃないんですよ。ああ、その管理してるんですね。管理して、ちょっとダメだねとか言われて。食事をしっかりとってとかしっかり寝てとか僕はそのサプリメントとプロテイン飲んでないですけどしっかり規則正しい生活をしてこう撮影に臨むみたいな自分に厳しいというかやっぱよくできたなって思うことは結構なくて毎回課題が残って終わるというかでも見てくれる人は結構評価してくれてでもそれってのはやっぱ編集の方とか監督がしっかりこううまい作品にしてくれてるっていう力もあるんですけど自分はなんかいつも課題が残ったまま終わるっていうのがやっぱ印象ですね。政治家の秘書をされている。そうですね。地元名古屋で県議会議員の秘書やってましたね。縁の下の力持ちなんですよね。秘書って。要は主役はやっぱ議員の先生なんで。で僕もやっぱこう人前に立って喋ったりするの代理で出てたりしてたんで挨拶とかも。だそういうの結構好きだなと思ってて。でアダルトがいいとかじゃなく、なんかお芝居とかやってみたいなとかでも本当に漠然としてました本当に。そのイケメンで売りにしてるんですけれど、本当よく頑張ってくれてるので、こっちとしてもなんとかもっと大きいステージ立たせてあげたいなっていうのはあるんですけど、仕事ぶりはもう真面目で、現場のスタッフからも評価高いんで、コミュニケーション能力高いんで、もう安心して送り出せますね。AV 男優という仕事、こういうところが面白い。でもやっぱこう作品が世に出るっていうのはこう苦労して作れば作るほどこう作品のなんかこう思い入れもあったりとか、あとは単純にその女優さんの裸を思い出して後でおかずにもできるじゃないですか。男ってそういう生き物だからあの時おっぱい柔らかかったなとか、誰しもができる経験ではないので女性向けアダルト人と違ったことができる喜びとかがあるかもしれないですね。はい、そういう特殊な仕事をこういただいてるんであればずっとそういうのをやり続けたいなと思いますね。でも興味があったりやりたいとか興味があるんだったら一度やってみた方がいいと思いますね。全部否定するんじゃなくて僕よりも合うかもしれないしその人が一回やって自分に合う合わないもあると思うんで、はい、人生一度きりやってほしいですね。はい。